私は旅の魅力のもしかしたら半分くらいは移動時間にあるような気がしています。視界を流れていく景色、物売りさんや隣席の人との交流、未知の場所へ向かっていくワクワク感。列車や飛行機、船やバスなど乗り物に乗るのも大好きです。こんにちは、ダイアリー11のちえです。今回はフィリピン第2の都市であるセブシティへ、私のいる地方都市ドゥマゲテからバストリップ、そしてセブシティで宿泊したおしゃれホステルを紹介します。私の住むネグロス島はセブ島のすぐ左隣の島。この通りセブ島の南端と近接していて、フェリーで海を渡りバスでセブシティまで行くことができます。以前はドゥマゲテからセブへ直行の飛行機ですぐアクセスできたんですが、パンデミック中の現在は残念ながら運航がありません。というわけで今回は陸路でセブシティへ向かいます。ところで実は今回のセブ行きは旅行目的ではないんです。新型コロナウイルスのワクチンを打つために行きます。フィリピンでは外国人もワクチン接種の申し込みができ、私も申し込んでいたんですが、いつまで待っても連絡が来ず、またフィリピンではこれだけの種類のワクチンが承認されていて、どのワクチンに当たるかがわからないというのも不安要素でした。そんな中、在フィリピン日本大使館とフィリピン政府の協力のもと、フィリピン在住法人向けのワクチン接種プログラムが実施されることになったんです。なんてありがたい。というわけで私はファイザー製ワクチンをセブシティまで打ちに行くことにしました。とはいえドゥマゲテからセブシティへの移動はこの時はなかなか大変でした。ワクチン接種未完了者の場合、セブ州に入るには48時間以内の抗原検査の陰性証明書、エスパスという旅行許可証が必要でした。というわけで私がしたことは、まずバスターミナルへ行きバスの運行時間の確認、次にワクチン未接種州外からの移動者でも受け入れてくれる宿泊施設を探して予約、続いて病院へ行って抗原検査の予約、抗原検査を受けて陰性証明をゲット、最後にエスパスをオンライン申請。実は結局エスパスの承認が出発時間までに降りず、セブ市役所に電話で問い合わせる羽目になったんですが、エスパスなくても来ていいよというまさかの返答でした。まあこういうことはフィリピンでは非常にあるあるです。さて前置きが長くなりましたが、いよいよ出発。ちなみに今回2回接種が終わるまでの約1ヶ月セブに滞在するので、いつもと違い大荷物です。バイクでは厳しいのでトライシクルに乗ってバス停に向かいます。セブシティ行きのバスはこちらのセレスバスターミナルから出発します。ドゥマゲテではバスのチケットは基本的に乗車してから購入します。バス代が360ペソ、フェリー代が85ペソでした。安いですね。飛行機の方が圧倒的に速くて楽ですが、価格では陸路が圧勝です。ターミナルを出たバスはドゥマゲテから北上し、40分ほどかけてタンピの港に向かいます。港に到着しました。ここからバスごとマーヨシッピング社のフェリーに乗船します。その前にこのテントで陰性証明と ID を確認されました。陰性証明にこのようなスタンプを押してもらってバスに戻ります。バスを降りてフェリーの座席へ移動します。広いですね。そしてやっぱり空いています。ネグロス島を出るのはパンデミックが始まって以来約1年8ヶ月ぶりです。ついにこの時が感慨深い。と言ってもセブ島までは本当に近いので、感慨に浸る間もなくあっという間に到着します。セブ島に到着しました。タンピからのフェリーの場合、セブ島のバト港に到着します。バト港から南端のリロアンを経て北上していきます。途中ではジンベエザメウォッチングで有名なオスロブも通過します。
この通りドマゲテからオスロブは実は結構近いので、パンデミック前はドマゲテ民も気軽にオスロブへ日帰りトリップをしていました。なんだか遠い昔のように感じてしまいます。細長いセブ島をひたすら北へ北へ。車窓が賑やかになってきました。都会の匂いを感じる。途中結構な渋滞にはまりながらも無事セブシティのサウスバスターミナルに到着しました。朝の8時に出発して14時過ぎに到着。約8時間の陸路移動でした。続いて私がセブシティで利用した素敵なホステルを紹介します。こちらはバニラドエリアにあるフライングフィッシュホステルです。お気づきの方もいらっしゃるかもしれませんが、以前当チャンネルで紹介したドマゲテのフライングフィッシュの姉妹ホステルです。ドマゲテのフライングフィッシュもスタイリッシュなデザインが印象的でしたが、こちらもとってもおしゃれですね。おそらく古い建物をリノベーションしていて、古民家っぽい独特の味わいがあります。またインテリアはドマゲテの方はよりシンプルめで、セブの方はより遊び心があるような印象です。建物の構造もちょっと迷路みたいで面白いです。小さいけどプールまであるのがすごいですね。建物全体を使って例えば脱出ゲームとか面白いイベントができそうな空間ですね。今回私が宿泊するお部屋はこちら。ダブルサイズのベッドになんだか小説でも書けそうな重厚な作業デスク。ベッドサイドには小さな鏡台もあります。天井にファンと埋め込み式じゃない静かなクーラー、これはありがたい。ホットシャワーとトイレ、そして洗面台。歯ブラシはありませんがソープ系とタオルがありました。古い建物の趣を感じる素敵なお部屋ですね。こちらお値段は13泊で39,572円、1泊あたり約3,000円でした。こちらのホステルは敷地内にレストランも併設しています。このレストランがまたおしゃれ。なんとなくヨーロッパ風というかベルリンとかにありそうなセンスあふれる空間です。アート作品の展示もしているみたいですね。お料理もとっても綺麗。これはテンションが上がります。このグリルドチキンのソースが美味しい。ちなみにワクチンは無事2回接種できました。法人接種の実現に尽力してくださった皆様に感謝してもし尽くせません。本当にありがとうございました。ダイヤル11、次回はフィリピンの田舎しか知らずセブに初めて来た私がセブシティを丸1日かけて観光してみます。お楽しみに。